Hey guys! こんにちは。朝ごはんです。ビザが取れればあと1ヶ月ぐらいで中国で働き始めるので、そこで経験した私が見た日常の中国を切り取る動画を作っていきます。でもまだ中国生活スタートしていないので、2011年9月から2年くらい働いていた時に経験した中国の春節についてご紹介したいと思います。王さんの家で春節を過ごしたよ。王さんは大学で日本語を専攻していた女性で、それまで会ったことがなかったんですが、中国の春節を体験したいと言ったらぜひと快諾してくれましたので、お願いすることにしました。大晦日の11時頃に王さんと対面して、お父さんの友達という人が車を運転してくれて王さんの家に行きました。王さんの家は福建省にあります。着いて早々朝ごはんを食べていなかったこともあり、おせち料理をいただきました。左は餃子のような形をしていて、中はごまで作ったあんが入っています。右奥は揚げパンのような生地の中にごまで作ったあんが入っていました。甘さ控えめでとっても美味しかったです。一緒に大根とお肉のスープもいただきました。これはカレンダーです。西暦と旧暦の交互に表示されるんですが、旧暦はとても分かりにくいので、便利だと思いました。キッチンの隅には神様がいます。春節なのでご飯のお供え物がありました。ご飯には花が刺さっているんですが、この花は、新しい年が花のように華やかでありますようにという意味だそうです。そして間髪入れずに昼ご飯に突入です。お母さんは、この土地の方言でたくさん食べてねを連発していました。中国のレストランはとても油をたくさん使った料理が多くて、私2年間ずっとお腹が緩い状態が続いていたんですが、家庭料理はあまり油の量が多くなくて薄味なのにびっくりしました。外で食べない限りは健康的な生活が送れるんだなということが分かりました。そして次は新年を迎える準備です。このような赤いものを門やドアに貼って魔除けをするんだそうです。1年前のものを剥がして新しいものに付け替えます。はい、ルドです。メスの3歳ぐらいの犬です。今日の晩ご飯です。王さんです。これからおばあさんの家へ行くというので、私もついていきました。カゴが雰囲気出てますよね。中身はこんな感じでした。おばあさんの家にはすでに他の家から届いたお届け物がありました。これをご先祖様にお供えするんだそうです。はい、お母さんは家の隣の路地にお供え物をしていました。これ全部花火です。怖いですね。はい。夜ご飯の前に呼ばれて蒸し餃子のようなものをたらふく食べました。そしてやっと夜ご飯です。完全に食べ過ぎです。これ爆竹なんですが、中国ではお祝い事があるときに、爆竹を鳴らします。すごい量ですね。その後、紅白歌合戦のようなものを見ながら年が変わるのを待っていると、だんだん外が騒がしくなってきました。屋上に上がってみると、なんと360度花火が上がっているんですね。声がかき消されるほどの量ですよ。360度ですね。でもこれ本当に感動しました。これだけで中国に働きに来てよかったと思ったぐらいです。量で圧倒させるなんてさすが中国だなぁと感じました。翌朝散歩しました。爆竹の残りカスが数センチ積もるっていうのをどこからか聞いてたんですが、思ったほどではなかったですね。
王さん家のダイニングには綺麗な水仙が生けられていました。王さんのお母さん、美味しい料理をたくさん作ってくれてありがとうございました。家族の皆さん、温かく受け入れてくれてありがとうございました。この日は王さんの家から陸さんという私の友人の家へ移動しました。陸さんの家の花火が半端ないですね。すごいですね。そして見つけました爆竹のカスです。ちょっと想像を絶する量ですね。これはおはぎのようなものです。白っぽいものの中にはご飯が入っていて、黒っぽいものの中には、緑豆のあんが入っていてなかなか美味しかったです。こんな伝統的な食べ物も今では急激に姿を消しているそうなんですね。古い集落も歩きました。ここは観光地として指定されていないため、人が全然いなくて歩きやすかったです。似たような集落で観光地として指定されている場所もあるそうなんですが、ここは指定されていないということでした。ですので、もう再開発されてしまうとのことでした。その集落の中に提灯に絵を入れる店を発見しました。こういうところも少なくなっているんだって。息子は継がないそうです。おじさんは優しくて店を見せてくれました。すると目を入れ忘れている竜を何個も発見したので、入ってないよって言うと、おじさんマッキーで目を入れまくる。マッキーでいいんですよね。さすがですね。夜は麻雀をしました。リクさんのおじいちゃんが気になって見に来てました。可愛かったです。はい、ということでいかがだったでしょうか。2013年の春節についてご紹介しました。これももう6年前の春節なので、今かなり変わっていると思いますね。中国で働き始めたらまたいろいろなことについて皆さんに紹介したいです。じゃ、またね。バイ。